ちょっとアキラさんのかっこいいとこちょっと撮らせてもらって、なんか立ちですかね、なんかこの辺とかに立ってもらう感じですかね。最近気づいたんですよ。後ろに手を組むと真面目に見える。今回こう NHK 風に作りたいなと思います。スキーアルペンのワールドカップで世界の頂点に最も近づいた男、それが佐々木朗だ。ソチオリンピックの後一度は競技から離れ、8年間雪山を登っては滑り降りるビッグマウンテンスキーなど自分を自由に表現できる世界に身を置いた。3年前アルペンへの復帰を宣言。ミラノ・コルティナオリンピック出場をアスリートとして最後の挑戦と位置づけた。怪我や予期せぬ事故などに見舞われながらも常に前を向き歩みを止めない佐々木選手。電車で走っていったらそのままスタート。穴ですよ、穴。すごい確率、しかも死んでない。最高。インフィニティモーメント、佐々木朗44歳、最後の挑戦の直前にその行動哲学に迫ります。すごいとしかちょっと言えない。それまでがこうまた競技とは全然別のなんていうんですか、要はこうゲレンデじゃないところを滑るっていう、ビッグマウンテンスキーをされてたじゃないですか。それとこうアルペンとのなんか通ずるものというか、なんかそういったものってありました？ありますね。やっぱりこうアルペンスキーって一人滑れば条件がどんどん変わっていってだんだん荒れていくんですけど、ラインがついて、で山スキーっていうのはチェックができないので、行った時に初めて自分のフィーリング、全身のこう感覚でその時その瞬間その一瞬を対処していく。でなければ命を落とすことになるので、そういう能力でいうと僕が復帰した時はスタートが80番以下くらいだったので、そのくらいから優勝するって結構ありえないことなんですけど、その時に南米だったんで結構雪が降っちゃったんですよ。降っちゃった時に、そもそも降った時にずっとパウダーを求めてたじゃないですか。雪降ったねみたいな。前向き前向き、すごい前向きみたいな。荒れてるって見えてないですよ。ちょうどよくないみたいな。それまでの感覚でいくと、8年間のね、8年間の山の感覚でいくとすっごい綺麗だねアルペンってみたいな。こうやって見てても、レーサーだったらうわ雪降った荒れちゃうよってなるんですけど、雪降ったね。で実際こうレース始まるととてつもなく掘れるんですよ。だから分かりやすく言うと F1 のレースに最後ラリーカーで出るみたいな、ラリーコース、F1 のコースをラリーカーのコースにしたみたいな。掘れちゃうみたいな。じゃあそういう意味でいくとこう8年間アルペン競技としてはブランクだったかもしれないけれども、スキーヤー佐々木朗としてはスキルは上がってる可能性はありますよね。ブランクじゃなかったっていうことですね。引き出しは多いでしょうね。もともと引き出しは多分世界的に見ても多いので、もうぶっちぎりで、それがやっぱりこう命を懸けるものではないですけど、そういう中でこう活動していろんな先輩たちにその雪とはっていうことを学ばせてもらって、山の先輩たちにいろんなシチュエーションに連れて行ってもらうことでそういうスキルはだいぶ上がったと思います。ただそこから、ちょっとこう良くない方向に、そうですね、事態がやっぱりこう体への負担が想像以上にでかいスポーツだったっていうので、膝もダメになっていき、膝かな、やっぱり一番は。膝はね、痛いですもんね。一番使いますもんね。どのスポーツでもそうですけど。それ向き合ってて時にやっぱりでもどうなんですか、こうやっぱりきついかなと。それはないですね。それはない。痛いには必ず理由があって、その痛みを軽減する方法もあれば、その根本を治していくのか、時間がどれだけあって猶予があるのかとかも全部分かっているので、
そういう対処を一つ一つしていくっていうと同時にできることは他にもいっぱいあるので、それを全てがこう下がるんじゃなくて、そこからそれから一歩でも上がる、こっちは10歩上がる、こっちは 0.5 歩上がるとか、必ず上がるプランを作る。それってでもそういう思考回路って、いや、それは作るものですね。捉え方は鍛えれるので、ネガティブに思おうと思ったらいくらでもネガティブになっちゃいますよね。ベッドの上でネガティブになったように、人ってどこまでも引っ張られるので、ネガティブな、基本的にはやっぱり何をしたいかっていうと、幸せになりたいし楽しい時間が欲しいですよね。そう思って2014年に辞めて山に行ったんですよ。で楽しいことだけを8年間やったわけじゃないですか。そこで気づくわけです。楽しいことだけでは幸せは生まれないっていう、楽しいのてっぺんなんて多分どこまでもあるんですけど、今度楽しいことの小さな喜びとかを取りこぼしていくんですよ。あの時すごい幸せだったのに、当たり前、それが当たり前になっていくと当たり前にしか思わないから、やっぱりやってそういう8年間過ごしてて楽しいこととか幸せなことを求めるには苦難があった方がより際立つっていうことに、まあ当たり前のことですよね。だってさ、受験していい大学に入るとか、いい学校に行くとか、いい会社に入るとか、いろんなそれぞれの運動会で勝つとか、そこまで多分努力してないで勝ったら多分その喜びの時間そんなに長くないけど、すっごい一生懸命やって浪人して入ったってすごい嬉しいし、でもその後の動きも変わってきますよね。こう頑張りっていうか、せっかくここまでやったんだから、じゃあそういうこれもこういう怪我もその先の幸せのためにあるんだと、っていうのを伺った先に聞くのもなんなんですけども、またさらに大きな試練が去年ですね。びっくりしましたよ。そう、自転車でこう練習に向かっている最中に、その工事中、もう何年も工事してる道路なんですけど、そこがしっかりとこうつなぎ目を埋めなければいけないところをテープで隠してたんですよね。穴が。でそこにこう自転車で走っていったら、そのままズドンとか落ちて、いきなり落ちたんで、もう顔がそのままスマッシュ、バーンとこうバーンってなって、そのまま落ちたという、そのまま顔面が地面に叩きつけられて、もう結構えらいことになって、音は覚えてるんですよ。そのショックと音とグジャとバキと、何人間の肉ってこういう音すんのみたいな。あ、そうですか。と、その記憶があるんですね。あるんですよ。でその直後には人だかりになってるんですよ。人だかりになってるってことは、その時間目覚めてないわけじゃないですか。ああ、そうか、人だかりになるまでの時間ね。で感覚が蘇ってきた時には、一番最初に、手足を動かす、つながってるかと思って、不随になってないかと思って動かす、動くと思って、でも体が動かないですよ。でも人ってアドレナリンで動こうとするんですよ。動こうとした時に初めて立てなくて這いつくばったんですよ。あれ、このまま這いつくばってそのまま行っちゃうかもみたいな。でもやっぱり人間って変にアドレナリン出るとこう強まるんですね。大丈夫ですか、大丈夫ですかって言う、大丈夫です、大丈夫じゃないですよね。大丈夫じゃない。でその次に気づいた時には救急車の中なんですよ。中でその時に気づいたら病院で、だからすっごい飛んでる。でも病院の中で CT を撮ってる時には、ああ助かったみたいな、割とこうはっきりしてきたんでね、でも初めてあの時は行ったと思って、でもよかったですよ。だからあんな事故を起こしながら、で頭も脳震盪だと思ってたんですよ。そしたら1ヶ月経っても全然ダメで、だんだん言葉が出なくなってきて、でこの認知にちょっと問題が出始めてきたみたいな。例えば時間が
10時から朝トレーニングですってなったら、当時いた場所が1時間前に着くように動いてたので、はい、9時に着くように動くじゃないですか。それで何度も何度も時間見てるのに、着いたら9時に着くようにっていうのは6時にそこにいるとか、だからよくわからない時間になって、はいはい、だからそういうのが出始めてきて、はい、なんだろう、視力も左目が落ちて、もうこっちから打ってるので、はい、まあ、そう視力とかもありますけど、まず一番はそういう認知のところが、これさすがにまずいかもとかってで病院に、行ってもう一回精密検査した脳髄液が漏れてて、ここに500円玉くらいの真っ黒い空洞ポーンってあって、あれ漏れてますねみたいな、脳髄液が、でも最初のところでそういう検査をしてくれなかったんですよ、救急で。これが今までの人生で一番多くを学ばせてくれた事件ですよ。いや、なんか学ばしてくれたっていうレベルじゃない気がするんですけど。何ですか？もうネタですよ、もう。穴ですよ。穴。あります？道路にね、突然ね。ないです。すごい確率で落ちて、しかも死んでないっていう。最高。初めて。それちょっと笑っちゃいけないけど笑っちゃいます。坂原さん、死んだと思ったんですよ。ご自身は。その時。佐々木さんの多分 SNS ですかね、はい、発信を見た時に、私はさすがにここまでかってすいません正直思いました。はい、僕はね、その時に軽くやっぱり思いましたよね。ここまでか。物理的に間に合わないかもなっていう。このシーズンは、まあ、3月までですよね、レースって。ってなると12月から出始めたとしても3ヶ月で結果を残さないといけないわけじゃないですか。もう多くて4ヶ月ですね、長くても。でも物理的に多分間に合わないかもなっていう、杖ないと歩けなかったので、と思ったけど、まあ、やるべきことはやろうみたいな思って、日本代表に戻らなかったら、もう翌年の派遣手続きっていうのが受けれないので、日本のシステム上、オリンピックの年に調子が良くなってもそもそも派遣手続きしてないので出れないじゃないですか。さすがに間に合わないかもなと。もう一つさすがにもう無理だっていうのがあったのがクリスマスだったんですけど、心がどんどん蝕まれていって、なんだろうな、物理的にはまだいけるはずなんですよ。動けないとはいえ動ける時間が出てくるから、そこで何をするかじゃないですか。でもそこで何をするかっていうことが考えれなくなっていくんです。そのマックスがクリスマスだったんですよ。でもきっとサンタさんはくれるはず。でもこれ焦るなってことだみたいな。沈んでいって、でもなんか誰かの言葉とかなんかじゃなくて、多分明日多分いいことある。クリスマスだし。明日いいことある。だって今までいいことしたもん俺みたいな。そしたらなんかこう、なんだろうな、自分で悩んでたことをもう自分ではもうどうにもできない、ってなってる時に投げ出すわけじゃないですけど、人任せにするっていうか、もういないもの任せにするみたいな。っていうところまで俺は逆に来たんだと思えたんですよね、きっと。そういうくらいまでなってんだ今みたいな。ってなったら、まあ動けるだけ、それこそ動けるだけでとか生きてるだけで儲けもんじゃんみたいな。いいじゃん別に。って思ったら結構こう気持ちが楽になったんでしょうね、きっと。そこからね、割とこう家の中で移動するのができなかったのが、ベッドから起き上がってトイレに、だからお風呂に1週間以上動けないんで入れなかったんですけど、お風呂に入れるようになって、で冷蔵庫に行けるようになって、で立ったまま料理は作れないんでもうグラグラしてるんで、お湯のケトルを押すことができるようになってみたいな、そういうことが一つ一つ増えてきて、くれた、
サンタさんみたいな。あとはやっぱりこうそれこそそこで出てきたのはクラウドファンディングの皆さんですね、なんか得体の知れないパワーがあったんですよ。やっぱりみんなも半分諦めたと思うんですよやっぱり。でもそうはいえ今できることを無理するなとか、無理するなっていうこともめちゃくちゃ多かったんですよ。これすごいありがたい言葉じゃないですか、思ってくれて。でも無理するなってアスリートからしたら無理しろだからアスリートからすると押すなよ押すなよ押すなよみたいなもうそう受け止めちゃうんですか？そういうふうに受け止められる、それってその押してくれる言葉。なるほどなるほど、それは応援だと。無理するなっていうのは応援だと、思ってくれてる。でもそれに応えたいとかではないんですけど、応えたいと、こうやって言うと語弊があるんですけど、何かを返すとかではなくて、そうやって言われることでなんかこうエンジンにこう火を灯されるというか、不思議ですよね。言葉としては真逆のことなんですけど、でも自分の行動だったり自分をどこに置く、この環境、どの環境に置くかとかっていう思考が戦う方に持っていってくれる言葉というか、だからやっぱり守ってくれてるとか見てくれてるっていうすごくありがたいことで、すごくエネルギーをくれることなんでしょうね。いやすごいですね。いやもうすみません、語彙力が不足してますね。すごいとしかちょっと言えない感じがします。多分通ってこられてる道のりはとてつもないものがあるんだろうなと思いますが、いやラッキーですよ。もうネタばっかり。これ僕辞めた後に、話することいっぱいありますね。いやいっぱいありますね。講演何本もできます。できますかね。できますよ。次回のインフィニティモーメントは焦りとか時間がないみたいなありますよ。エッジを歩いてる感じです。手応えは一度も感じてないんですけど、オリンピックがあるからそこにねやっぱり立ってたいですね。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネルインフィニティモーメント、チャンネル登録お願いします。